石田修です。まさや恐怖体験でございます。今日あなたを呼んできた理由がちゃんとあります。結構激烈な経験をするんじゃないかと言われてはいるらしいのよ。今日なんですけど、これからとあるお家に行きます。青い家っていうところなんですよ。ピンときたでしょ、あなたが選ばれた理由。メンバーカラーを。そう、あなたメンバーカラーが青なので連れ出そう。なぜフィッシャーズゲームズをやってるから分かるとは思うんですけど、 JSP 分かります？日本事故物件監視委員会だっけみたいな感じです。正しくはテロップは出てます。間違えてた場合は訂正されてます。2回やったわ。そうなんですよ。ワンツーあるんですよ。どういうゲームかっていうと、その事故物件に行ってなんかこうモニターを見て、その何か異変がないかっていうのを調査するなんかお仕事みたいな。そうね。それをなんか俺もやったんだけど、元来て一緒にやったりとかしたんですけど、あれです。あれのリアルイベントみたいなやつです。今日は青い家っていうのが結構まずいらしくて、そこに今日は2人で泊まろうっていう話です。どこもかしこもあの作品に登場する家は全部やばいと思うんだけど、俺ら行ったことある場所もあったじゃない。そうだよな。それこそさ、あなたもうパニックになったこともあるじゃん。あるよ。あそこで多分上なんだよ今日。なんで連れてきちゃうの？今日はこの2人で、青い家に行くんですけど、最近はどうですか、そういった経験は。幽霊、お化けありますか？もう見事に平和だね。それはよかったわ。お前そんな食べるのあると思うじゃん。何やねん見事に平和だねっていや俺あんのかと思ったわ今。これオリエンテーションがあるらしい。ああ、そうなんだ。行く前に、今そのオリエンテーション会場、これね、なんか会議室みたいなところにいるけど、ちょっとお話を聞いてから行くらしいです。ああ、事前にね。場所的には埼玉らしいんだけど、そうマジで車乗ってここ来たじゃん。マジで外見てないから分かんないんだよね。本当に分からないよ。どこにいるかマジで分かんないんだよ。調べもしないからな。埼玉ということだけが分かる。ちょっとオリエンテーション受けますか？もう不安すぎるもんね、何も知らない状態で行くの。 JSP は見てるからね、やってるから、話は早いかもしれないね。ちょっとじゃあオリエンテーション受けてみますか？受けるか。そうやりましょう。過去にどんな目撃情報が出たかって聞きますか？物体移動や不可解な物音などのポルターガイスト現象が確認されています。また、飛翔体からの、肉体的接触なども確認されております。触られるってことですか？特にどの部屋で出やすいとかってありますか？部屋ではないんですけども、階段の下から、階段の真下があるんですけども、そちらにですね、ご遺体の跡がございます。
天使の方は男性ですか女性ですか？触られたらなんかどういう報告する？触られましたってしか言えない。大声。痴漢じゃんそれ。大声じゃなくていいんですよ。俺に言えよじゃん。今触られたって言えよ。そうだよな。触られましたって言うなよお前。真剣にそう調査するんだよ。調査しなきゃいけないから。そう今日はだから本当調査しに来てんだよ。でもなんかそういうので取りつかれちゃうのがあるから。外付けハードディスクが取りつかれたら全然言えてなかった。いやでも今笑ってられるって今のうちだろ絶対。まあでもとりあえず現場見て考えようかな。そうだね、でも単独でやる系は多分出てくるぞ。まあそこは決めようお互い。7時まで待機できずに観測をせずに帰った方もいるってことですか？途中棄権みたいな。それに関しては別にそうだ。YouTube はさすがにいないと思うね。いやでも実際もう建物入ったらめちゃめちゃビビりそうだろ俺。今だからこう余裕で喋れるけどわかんねえな。はい、確認は大丈夫です。ありがとうございました。青い家。じゃあちょっとその建物に向かいますか。向かいましょう。行きましょう。こちらが青い家ですね。着きました。うわ、マジで青いな。本当に青いね。で、多分左の奥の部屋、あそこが待機部屋だと思います。はい、そうしましたらご案内の方させていただきます。はい。あとですね、扉を普通に開けていただいて構いません。おガソリンとかそっち系がいっぱいある。監視対象物件って書いてある。書いてある。 JSP 日本事故物件監視協会。はい、大丈夫です。行きまーす。お邪魔します。それでは入ります。不気味。その音不気味や。匂いだ。そうしましたら、ロックスに履き替えていただくようお願いいたします。古い香りするよ。ね。わ、だいぶ汚れてる。そうしましたら、少し進んでいただくと、右手側にですね、階段ございますので、階段の、真下ですね、階段のすぐ下に、があると思うんですけども、そちらがご遺体ランドになりますので、あまりこう、踏んだり触ったりしないようにお願いいたします。いきなり強烈なことよね。てかもう匂いやばい。ね、やばいね。ね。うわ、めっちゃある。めっちゃある。本当だ、そのままだ。上行こうか。ここにごそっとありますね。よいしょ。何これ。階段登ってます、今。何かのメッセージを書かれてる。今階段登りました。そうしましたら、階段登って右手側の部屋にですね、待機部屋があると思います。ここか。これか。見つけました。待機部屋に着きました。そしたらすっげえモニターあります。なんかめちゃめちゃ監視してる。これすごい。今こんな感じで、モニターが2台あって、4カメ4カメ計8台が映し出されてます。すごいね。こんな感じで見てこんな感じなんだね。じゃあここで待機するっていう感じかな。はい、確かにちょっと綺麗にしてもらえてる気がするけど。まあそうだね。それでも埃はちょっとあるな。最小限だね。はい、待機部屋着きまして、座ってます。あれ布団引いてあるわ。多分、あそこで生活してたんだろうな。そうしましたら、本日ですね、こちらの方で、7時まで滞在していただきます。水の観測と一緒にですね、大変がございましたら、資料の方にお書きください。それでは、滞在スタートとさせていただきます。はい。気をつけます。気をつけます。どうやって気をつけないんだろうね。何調べんの？モニターの前でさ、真っ暗闇で座ってさ、ずっとこうやってやってるの見てるとさ、強烈なアンチみたいだよね。 7時まで滞在頑張るか。そうだね。カメラは見といた方がいいんだろうな。で今日はだからこのカメラ見つつ、来たからにはルームツアーをした方がいいから、ちょっと全部屋回って、待機部屋にいたりとか、ちょっと別の部屋に移動したりとかしてみてもいいんじゃないかなとは思います。ここで一旦待機をするわけなんだけど、さっきのさ、書類とかなんかいろいろ見た方がいいよね。なんか改めて。そう、何やるかみたいなの書いてあると思うんだけど、それ見ようぜ。それ機材2つを使うやつ、スピリットボックスとかね。それを使うのが、
まあ、1、2であって、3が浴室無灯火異常感能観測。これが、要は風呂入るってやつだな。と、鏡面投影事象っていう疑似観測。自己識別名、故障反応観測。なんだそれ。境界領域における空間差分観測。空間多点同時定点観測があると。鏡面投影のやつね。これ見てみる。物件内の鏡、洗面台または姿見は空間の歪みや非実体存在が最も投影されやすいと言われていると。まあだから鏡の前に行けってことだな。鏡をずっと見続けるっていう多分観測。はいはいはい。必ず単独で遂行してください。全光源の、周囲の照明をすべて消して、光を遮断してください。変死した、まあ、要は遺体の髪の毛が落ちてたんですよ。その横なんだよ。真横かよ。真横なんですよ。浴室が。そこでやんなきゃいけないっていう、まあ怖い点がある。自己識別名故障反応観測。調査員固有の識別名。まあ要は名前だな。マサイとかシルクロード。まあ要するに自分の名前を言うことによって反応が起こるよと。これも単独です。物件内で最も異常が発生しやすい地点。物理的、精神的に完全に孤立した状態を作ってください。暗闇の中で自分自身の使命を周囲に聞こえる音量で3回はっきりと唱えてください。あ、雨か。もう、嫌だね。このタイミングで雨。まあでもよかったね。物件の中入ったタイミングで。あ、確かに。でもなんか不吉だね。故障終了後、その場で5分間暗闇を維持したまま待機してください。その際、自分の背後や周囲の空間で発生する微細な環境変化を注視してください。で、名前を呼ぶやつ、鏡を凝視するやつ、境界領域における、空間差分観測。物件内の敷居は異なる性質を持つ空間の接合部であり、異常の通り道となっている。まあなんか、要は霊道的なことなのか。本任務ではこの境界線上に体を配置し、左右半身で受容する、環境の情報の差分、まあ、要は違いを測定することで空間の歪みを、減にしてください。間にこう立って、右と左でどっちこう差はあるのか。これも単独っすね。監視部屋の座布団を使用してください。これだ。部屋と廊下の接合部のところに、またぐように座ってくれと。右半分を室内。左半分を廊下側に出してください。かっこまたはその逆でもいいんだ。で、光を消して、そのまま10分間静止です。わかりました。まあ、これをやっていけばいいと。はい。じゃあちょっとルームツアー行きます。先にね。まあ、全員異常あったら教えてください。早速行きましょうか。行こう。まずここが待機部屋ね。2階の奥。じゃあ2階からさらおうか。はい。開けるよ。匂うね。寝室ですね。これは。窓に手形あるな。本当だね。ほら、指でこすったみたいな。生活感残ってるずっと。ちょっと入るか。予想するに、おじさんなんだろうな。50とか60とか。多分相当、なんだろう、こう体が動けない状態にあったのか、怠惰だったのか。わかんないけど、もうこの部屋だけで成立できるんだって。これが多分実際に寝ていた布団なのかな。これ汚れてるぜ。汚れてるね。このままにしときますか。支払いしようとしたのかな。なんだどうした今聞こえた？今ドーンってなったの何ドーンって。この部屋じゃないところ。白くしか聞こえない。いや、多分ね、奥の部屋。ドーンってなってる。何も聞こえない俺。嘘。めちゃくちゃでかかった今。ちなみに。聞こえたの？当たった体。いや、聞こえてないです。本当？聞こえてない。奥。多分これ、隣の部屋だ。結構でかい音だったね。ドン！この2階の廊下歩いてって、これトイレだね。これ間違いないトイレだね。で、多分そこの部屋。その奥の部屋で、なんか、ちょっと待ってね。触っていい？これ。マジ？こういう感じ。が奥の壁から聞こえた。和室か。なんだこの散らかり方。よくわかんねえな。なんかこんなこと言うのもあれだけど、ここに脚立あんないだけど、物が散乱してるね。衣類用防虫剤とかあるから、そういうところあるとしっかりしてる。あんまり多分ね、物は物色するなって言ってたから、ね、あんまり必要以上に開けちゃったりとかしない方がいいんだけど、予想ここだと思うんだよね、俺。これな気がするけどね。まあ、開けないけどね。多分ここあんまり開けちゃいけないやつかもしれない。
なんかね、壁叩くような音だったの、さっき。俺だけだったっていうレベルのデカさじゃなかったよね。マジでさっき音、うん。ちゃんと多分入ってるとは思う。俺のこのカメラには多分音入ってると思うよ。もう早速そういうの起きてるじゃん。一回威嚇音みたいなドーンってなったね。まだでもこの辺は2階は綺麗だね。そうだね。問題だから1階なんだよな。うん。1階行きますか。気をつけて気をつけて。結構階段急なんだよ。ここが唯一使えるトイレだ。うん。あ、電気ついてる。うん。ここ使えるね。広いな。リビングか。すごい。冷蔵庫がありますね。でもすごい丁寧だね。ライス、ラーメンとコーヒー、お茶、香辛料とか。ちゃんと整理してるね。ラベル貼ってわかりやすく。新聞とかそのものだな。だから本来は多分ちゃんとした人なんだろうな。え？何あの絵？何あれ？なんだあれ？なんか子供たちが描いたような絵がね。なんか絵がある。一つ目小僧。このピンクのは文字です。お家にお邪魔して楽しかったですと言いながら書いていました。ご家族でもともと住まわれてたんだろうな。うん。これ。そうだね。うん。子供のさ、ほら、やつとかあるのよ。おじさんの衣服ばっか目立つんだけど、確かに。なんだけど、絵とか物が結構子供のやつもあるし、書類みたいなのも、なんか子供に関することもちょこちょこあるな。いや、しばらく一緒に生活してた期間があるんじゃないかな。一緒に住んでて、別れて一人でうん。生活してたのかな、そ何の後。らかの事情があってね。うん、だと思う。まあ離婚しちゃったとかも多分あるだろうし。リビングはこんな感じ？うん、そうだね。狭っ。そうなんだ。物置部屋みたいな感じなのかな。多分、そんな感じだと思います、これ。ああ、ほら、女の子の服あるわ。子供いたんだ。で、ジャイアンツの、ジャビットくんかな、これ。に似てる。抱き枕とか、枕が。あれレーサー？レーシングジャケットだね。ありますね。レッドブル。回れるようになってる。ああ、そういうことか。うん。だからこっち行ったら、前に浴室があって、右行ったらあれだ。もう、そうだね、玄関だね。ここが先ほど俺らが入ってきた玄関ですね。もう部屋回れたわ。ちょっと風呂見てみるか。もう床このありさまですよ。あ、でも塗り絵がある。これが、多分鏡面を凝視する観測のやつです。ここ見て、このままこの生態で立って10分間ぐらいいるっていうやつですね。お風呂まだ綺麗だぞ。嘘。うん。もう、綺麗というか、まあ一応入れる。うん。多分 JSP の人が綺麗にしたんでしょ。で、その床のところ気をつけてね。あるから。まあ一周したし、一回上行くか。うん。戻りましょう。よし。戻ってまいりましたと。はい、戻ってきましたよ。一番奥の部屋で物音がしたっていうのが。うん、ドンってなったね。あったね。あれは確実になった。それがどうなのかっていうのは、そうだね。うん、この、モニターとか見てたらもしかしたらわかんのかもな。モニターでなんか起きるのか。オーブっぽい感じ？うん。埃みたいなのはやっぱ舞ってはいるから、そうね。その辺はあんまり気にしなくていいかもしれない。どこがちょっと感覚的に嫌だなとかあった？あ、俺なんだかんだリビングやだかまあ人がいた形跡があるからね。そう。あと寝室かな、2階の。うん。隣の部屋だね。あまあ7時まで時間があるから、うん。どんぐらいおきにやるのか、もう早速一つやっちゃうのか。まあ、早速一つやってみてもいいけどね。うん。けど早くやればやるほど、滞在は地獄になるけどね。そうなのよ。まあ、大体例のね、その、霊道が通るとかっていう、霊障が起こりやすいのは、まあ、牛三つ時と言われている、まあ、2時とかだな。うん。検証的なやつやるんだったら、そういう時間帯がいいのかな。非常口のマークが出てくるんだけど、多分動いたみたいなやつなのかな。ほらほら。俺たちの部屋だから。そう。だから他の部屋が何かが動いたってなったら多分あのマーク出るっぽいよ。あ、わかりやすい、それは。モニターもカメラ映してもいいんだもんね。そうだね。なんか動いたとはなるもんね。一旦こいつ、こうでもいいかもな。今はまださっきの俺だけが感じたドンだけかな。いや、それもやばいけどね。俺は普通にちゃんと聞こえたね。うん。そのなんかかすったりとかね、ドン。まあ和室から。まあだから一旦ちょっと忘れないうちに、もう多分これ書いていいだろうから、
前にメモっとくわ。その編集だっけうん。があったところは映してないんだよね。そうだね。素晴らしくいいことに気づいたね。そうだね。そこにないね。うん。そこだけないんだよな。確かにね。玄関のあっちにつけて、こっち映してもらってもいいのに。そんなん絶対置いとくじゃん。確かに。なんで置いとかないんだろうね。確かにね。どの道調査が、もう一人しか行けないから、これ。うん。一旦、メインカメラを設置しようか。この部屋に。ある程度リラックスしないと、このままずーっと、なんか、いつ来るかなって見ててもさ、まあね。意味ないから。疲れちゃうし。だから一旦、軽く、できるわけないけどリラックスしながら、ね、観測しましょう。はい。よし。この物件をどう観測していくかですよね。はい。スピリットボックスかなと、あともう一個、ちょっと名前がね、あんまり聞き覚えがないんですけど、トリフィールドメーター。トリフィールドメーター。っていう、世界中のゴーストハンターや超常現象の調査員が愛用しているもの、計測器みたいなのなんだけど、そんなものがあるんだね。そう、その2つを、使ってみるのはあり。木造2階建て住宅、外壁全域に特定の青色塗装を確認。調査ステータス、特定以上継続観測対象。変死があるっていうのと、痕跡があるよっていう。階段下と、2階廊下って書いてあるんだよな。 2階の廊下？そこだよ、多分。ほら、階段下と、2階廊下って書いてある。そこもなんか入ってんだよ、多分。やばいのはその廊下と寝室と階段下だとは思う。霊的目撃情報が足すと。で、これでどんな霊が見えますかっていうのは、物音だったり、ポルターガイスト、物が動くみたいなやつは聞いた。で、変死を遂げたのが男性と。だから男性の霊が出る確率が高いだろうね。男性が多分亡くなってるんだけど、だけなのかっていうところもあるよね、正直。男性とは聞いてますって言ってたから。まあね。そう。まだいるんじゃねみたいな。もしかしたらちっちゃい女の子の服とかがあったから、ご家族全員ここで亡くなってる可能性もなくはないんだよ。知らせてないだけに。1階の床の鎖を見たら、多分、言ったら亡くなった後の死液ってやつだ。そうね。で、多分床が腐っちゃったっていう可能性はあるね。俺、名前呼ぶやつ和室行こうか。あれ？音鳴ったからさっき。ね。いるかもしれないってことね。そう。俺和室で名前呼ぶやつやろうかな。俺はここで部屋見てるからさ。一応和室しっかり見るんだけど、他の部屋もね。何かが起きるかもしれないから。それでは、早速調査一つ目始めます。いきます。名前は確かに言うんだったよね。いきます。シルクロード、シルクロード、シルクロード。ここから5分から調査開始です。多分今向こうのカメラであっちのモニターで見えてた。今聴覚を使って一部しっかりと音を聞いてるんですけど、わりかしそういうの気づきやすい方なんで、これ本名じゃないといけないとかある？大丈夫かな？多分5分経ったら。一応5分経ちました。時間経ったよ。そうね。もう来てルームツアーを終えてすぐではあったんですけど、一つ目の調査完了しました。自分のね名前を言って周りの空気の反応を見るっていうやつ、今終わりました。5分経過したのでね、待機部屋に戻ろうかなと思います。開かねえし、こうか、ひねるのか。開け方がわからんかった。戻ってまいりました。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様。5分が。反応とか、音がしたとかっていうのは、部屋の中ではあった。そんなに空気感とかも急にピリつくとか、冷たくなるとか。なんか冷たくなるとか、なんか見られてるなとか、そういうのはなかったです。特には何もなかったかな。
と思います。だから調査結果で言うと、多分強度で言うと、反応強度は1になるのかなじゃあちょっとそれ書かせてもらおうかな。自己識別名故障反応観測。これね。チェックリストに書いてくださいと。局所的熱量の損失。要は、急激に低下したとか、吐く息が白くなった。これはね、1です。音響的返答。自分の声にこうするように、壁の、要はノックや、返事、聞こえましたか？これはね、聞こえなかったですね。背後至近距離に何者かが立っているような強い気配や圧迫感を感じましたか？ないです。身体的に、首筋の産毛が逆立つや、あるいは、何者かの衣服を引かれるような接触感があったか？ないです。なので全部1、特に何もないです。っていうのが一応観測できましたと。こんな感じで1個ずつやっていくってことだな。はい。結構これ忙しいな、調査な。意外とやること多いね。たくさんあるぞ、やることが。こっちのモニター見る暇ないぞ、これ。モニター見たいけどね。モニター見たいよね。でちょっと一旦モニター見ようか。わかった。まあ一人で住んでた家じゃないよね、もう。もともといっぱいいたし、この部屋数と、この感じ見るね。ここさ、俺天井の見たんだけどさ、もともと子供の部屋だったじゃん。ね、星ついてるよね。これね、別の部屋もついてた。あ、じゃあみんなついてるのか。隣の部屋もついてた。要は蓄光の星がついてる。光を溜めて、ね、暗闇にするとこの星がね、緑に光るみたいな。そう、横の寝室もついてたね。前回のまあ事故物件でいうと暗夜だよな。マジでなんもなかったんだよな。珍しいぐらい。珍しいね。本当になんもなくて。なんもないっていうのはちょっとご部屋か。そんな大げさなものがなくて。一個でかいのが、玄関開けて誰か入ってきたなみたいなのが聞こえたの。めちゃめちゃ嫌だね、それね。ガラーンって。で、俺が深夜それ気づいて、っていうのあったんだけど、たったそれだけ。っていうのあったんだけど、たったそれだけ。廊下だな。廊下だね。むちゃくちゃなったね、今ね。今奥のトイレにどこに光をふって寄ってって、そこで今とどまってた。ここで廊下だな。時間メモしとく。そうだね。10時55分。これは観測で書いといた方が自由な。10時50分。だいぶでかい音だったな今。パン。2階だよね、今ね。2階だね。そこだね。廊下なのか。でも廊下だよね、多分ね。近かったもんだって。だいぶ近かったね。もうここの扉叩かれてるみたいな。隣の部屋なんじゃねってくらい近かった。こんだけ長い間このグループにいて、数々心霊企画をやってきたけど、慣れないね。各部屋を回れる。その映像がちゃんと使われてるか見たくて。なるほこの映像がちゃんとその防犯カメラであるかっていうのを知りたくて。照明みたいなね。そう、ちょっとここで映像確認します。見ててください。特に回すとか全然大丈夫でしょ。ああいう廊下ね。さっき物音がした廊下っすね。から移動して、寝室。いいね、映ってる。ちゃんとその映像使われてるな。スタッフ2人で2階から1階に降りていく。映ってる。うちの部屋も映ってるね。いる。外も行きます。でも大丈夫。もう光で動いてるの分かるから大丈夫だわ。じゃあ全部ちゃんとしっかり使われてるわ。機能してるわ。機能してるね。ちゃんとカメラは機能してました。だから動いてたよ。その画像だけ貼られてるとかではないわ。境界線だっけ。そうだね。ここだ。廊下のとこ。ここだね。廊下とリビングの間。座るんだっけ、立ってんだっけ。座布団持ってって座るって書いてあった。座布団持って座る。そこの座布団。じゃあ行くか。これ2階の廊下なんだけど、どこにその跡があるんだろう。これか。見つけた。これだ。これが痕跡だね。これね。血なのか何なのか分かんないけど、トイレに向かってるな。なんだろう、血っぽいな。廊下のなんか異常みたいなのは一応ね、
音が鳴ったところとかも軽く見てみたんだけど、どこからかちょっと分かんないのと、あと廊下に一応ね見てみたら血痕が残ってますね。寝室からトイレに向かって、さあ今スタートしたっぽいね。マサイが向こうで今やってくれてる。あとはこっちでちょっといろいろと反応を見ようか。もう何かあったらすっ飛んでいけるようにしましょう。ここの真下にマサイ。10分長く感じるよこれ一人だと。暗いな。何も見えん。いやー強いねマサイ。ちゃんと耐えてる。マジ匂いが嫌なんだよな。温度湿度空気の重さとかね、微妙な違いに集中して感じ取ってみてくださいと書かれてるね。まあ嫌でも感じ取るだろうけどね、あんな場所に一人でいたら。さっきみたいな派手な音はやんだね。パーン。今のところそのポルターガイスト現象みたいなのはないな。物が移動したりみたいな。俺が向こうにいた時も特に部屋の中では何もなかった。終わった。お疲れ、戻っておいで。マジきつい。よいしょ。ただいま。今マサイ君が行ったのが、境界領域における空間差分観測ですね。はい。まあ物件内にあるね敷居ですね。要は部屋と廊下の敷居間に、座って指定の座布団で座って、右と、右半身左半身を、その敷居にこう割って座ると。右半身がキッチンの、リビングの方にあって、左半身が廊下にあった。廊下だね。っていう状況ですね。で今単独で一人でやりましたと。で10分間、ちょっとねそこにいてもらって観測したんですけど、はい。どうだったでしょうか。なんか右左で温度差はあったかったのかな。ありました。あったんだ。廊下側です。が寒い。暑い。暑いんだ。廊下側が暑くて、要は左半身が暑くて右半身が寒いってこと。こっちだけ猛烈に暑い。そういう表現が難しいんだけど、こっち側にこう人が寄られてるから。そういう感じはある。そういう感じはあった。それはあった。正直に言うとそれはあった。人一人寝てるんだよ。左側にくっついてるまではいかないんだけど、誰かなんかいるかなみたいな。人の温度というかね、何者かがいるぐらいあったかい。物音とかなんか這い寄ってくる摩擦音とか聞こえたか。音はしました。音した？キッチンからミシミシします。あ、そうなんだ。しかもこっからは聞こえなかったんだ。そこそこ鳴ってたんでしょ。下は鳴ってるよ。これはわかんねえんだけど、廊下がなんかすげえミシミシいってんだよ。やなりとかなの。多分そういうやつなんだろうなっていう感じだと思うんで、だからその霊的なものではない。キッチンはそんな鳴るかってくらい鳴ってっから怪しい。明らかな異変みたいな。異変はある。だって俺たち行った時鳴ってねえんだもん。鳴ってなかったね。どちらが一方からなんか強く引き込まれるとか、なんかこう掴まれてる感じありましたか。押し出されるとか。ないな。なんか体がなんかされてる感もない。音だけね。音と熱だね。OK。境界領域における空間差分観測は一旦終了と。はい。お疲れ様でした。ありがとうございます。なんとか開始多分今1時間半ぐらいにしては調査したな。多すぎる。結構早めに調査して起きてる。12時行ってねえんだってな。怖い。いや、こっから何か起こる可能性あるから一旦ちょっと待機しましょう。ね。よく見たら寝室の床にも血痕があるね。ドア付近のあれか。ドア付近のあれ。何だったんだろうなマジで。変死ってなんだろう。 JSP のゲームだとさ、
なんかこう12時超えましたっつって、ここからなんか異常を観測する件数が増えてきますみたいな、そういうなんか出てくるじゃん、表記みたいな。ゆっくりなんか飛んでるな。俺さ、埃なのかそうじゃねえのかそうなのよ分かんねえやつあるよね。けど今だいぶ遅かったけどね。埃っぽくない動きのやつもたまにいいんだよね。とりあえず12時になりました今。ああ、来たか。多分ここからかなと思ってます。異常はここから増えるんじゃないかなって。早く7時間経たないからね。そうだね、あと7時間で滞在する。なっけえよ。まあ2時ぐらいまで一旦ちょっと休憩。2時になって鏡と同時期にスピリットボックスとかね、ナイトモード。けどマジなんもない。こういう時に起こるからね。見た。よし一回のちょっと見てたんですか。見た今ね、そう。動いたの。なんかバカが気にしてんなと思って。俺これ見た瞬間、こうやって動いてる。確かに廊下のとこ見えない。ほらほら。そう。戻ったよ。おっとね。めっちゃ動く。え壁向いちゃってるじこれ向いた。こうすごいすごいすごい。すごいすごいすごい。カメラが壁向いた。さっきから動いてるのかな。動いてる。戻った。本当だね。急に動いたね。そうだね。モニターが急にさ、光が変わったから。見た？動き始めた。これ真下の部屋だね。なんで動いたんだろう。てか、動く意味って何？一周回ったんだ。なんかこの隣の部屋が曇りました。リビングの隣のね、物置みたいなところだよな。曇ったてかピントがボケたね。ボケたね。まだぼやけてる。またぼやけた。戻った。戻ったね。お、回ってる回ってる。え？追いかけてる。なんか追いかけてる。人のマークついてる。ね。多分人体検知だよ。何者かを追ったなカメラ。ちょうど1時だよ。そうだね。1時にカメラが何者かを追ったな。急に動き始めたぞカメラが。すごいね。ちゃんと動くね。しかも人体検知やったからな。ね。ここの時だけだよね。人体検知の動いてるよっていうマークが出たの。俺そんな部屋であれやってたのめっちゃ怖いんだけど。確かにね。今さっき検証した部屋だからね。だいぶ動きづらくなったね。こうなるとね。カメラ一旦ここに置いてみんなで一回行ってみるとかね。そろそろ試す。ありっちゃあり。確かにね、スピリットボックスの場合はどこでやれとは言われてないもんね。何名でとか、みんないる中でやってもいいもんね。スピリットボックス持ってってみる。ちょっと1階で何やら変な動きがあるんですよ。リビングのカメラが急にグンって動き始めて、ぐる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 って一周して壁向いて止まってまた戻るみたいな。で、おかしいこと起きてるなぁと思ったら、その隣の物置みたいなところのカメラが急にぼやーってピントが
なんかボケたんですよ。で、って思って見てたら、動体検知、要は何者かが動きましたよっていうセンサーに反応があった後に、そいつを追ってるような動きしたんですよ。カメラがちょっと異常をきたした部屋が1階にあるので、みんなで1階に行って、スピリットボックスを試してみたいと思います。はい。で、スピリットボックスのやり方は困ると思うんで、ちょっとこれ持ってきます。スピリットボックスです。そう、こいつがスピリットボックス。一応俺らも持ってんだよ。フィッシャーズもね、フィッシャーズ専用のスピリットボックス実は持ってるんだけど、俺の部屋にあるんだけど、それはね、ちょっとお借りしたやつを今回使おうかなと思います。これですね。高周波スイープにより、発生する微弱な電磁波を利用し、物件内に停滞する意識の断片を音声情報として強制的に出力させることを目的としています。まあ要はノイズがずーっと入って、そこからなんか声が聞こえたりするっていうことだな。要は霊の反応を聞けるっていうグッズツールなわけだね。ノイズの中から声を探すのが一般的ですと、はい、これ今ラジオが流れてますね。ザーザーとノイズが流れればスキャン成功です。これだね。もう使い方なんとなく分かった？まあなんとなく分かったわ。 OK。 そしたら代表者がここに誰かいますか、あなたの名前を教えてください、我々に何か要求はありますかなどを問いかけてください、ここにいる2名以上が今答えたよねってなった場合に認められると、はい、このカメラはね、ここのモニターを見てもらうために置いてきます。みんな地面のやつ踏まないように気をつけて、はい、ここからカメラが異常をきたしたエリアだね。あのカメラから動いたの。あのカメラから動いたの。じゃあ行きますか。電源入れてください。はい、じゃあ行きます。聞いてみますね。はい。ここに誰かいますか？これラジオだね。ここにいるのは男性ですか？何か要求はございますか？これ照明全部消そうか。何か要求はございますか？1階に誰かいますか？声が聞こえたとかはないな。何も聞こえなかったでしょ。はい、まあそうね、ラジオの雑音だらけで。そう、ラジオの雑音だけで声はこう識別できなかったから。そうだね。玄関の電気ついたんですけど。うわ、ほんとだ。嘘。すごい。ちょっと待ってください。マジ怖いっす。玄関の電気ついたんですけど。うわ、ほんとだ。嘘。すごい。ちょっと待ってください。マジ怖いっす。玄関の電気ついたんですけど。うわ、ほんとだ。嘘。すごい。ちょっと待ってください。マジ怖いっす。ついた今。つきました。マジっす。一瞬ついた。一瞬つきました。嘘。映ったカメラ。いやでも上のカメラがあるから。あれで見るしかない。見えるかもしれない。ちょっと映像確認してみよう。上。そうだね。戻ろうか。一応そのスピリットボックスからはなんか音を拾えなかったんだけど、何者かはいるかもな。よし、ちょっと部屋戻ってきたけど、今ね、まあ部屋に戻ってきましたと。で、スピリットボックスでは何か聞こえましたか？俺は聞こえなかった。聞こえない。聞こえないっす。で、一応その使い方的に合ってんのか間違ってんのかなっていうので、まあ要確認していたところ、玄関が光ったと。はい。明かりがついた。マグ以外にもガガもそれを確認してると。見ました。ちゃんとついた。ちゃんとついてました。多分ここのカメラにその映像多分入ってると思うのよ。まあついてんなら絶対。多分ついてんだったら絶対映ってると思うから、ちょっとこのカメラをちょっと再生してみましょうか。止めてみてみ一ようか。旦見てみましょうか。スピリットボックスの使い方をやってる最中にピントがボケてる。ほんとピントボケてる。だ。私ピント合ってない今。で、今ね見てるけど。おい。あ、ついた。ついた。今ついたね。ついてる。ここが。
ついてるわ。ほら。あ、消えた。ほんの一瞬なんだね、じゃあね。ほんの一瞬電気ついたね。俺たちが確認しに行こうとした瞬間に切れたね。ね。ああ、映ってる映ってる。ちゃんと映ってるわ。室内だね。あの玄関がちゃんと光った中です。音で言うとやっぱ一番はそこだったね。2階のところの廊下ドンってやらされたあれが一番だったけど、まあね、音に関してはさ、ラップ音とかまあまあって感じだけど、やっぱ電気がついたりするとさすがに異常だよな。怖かったね。急だね。まあ怖かったね。しかも検証中に来るのが厄介だね。そうだね、検証中に来たな。まあ、とりあえずスピリットボックスは、ちゃんとそうだね、言った通りやった。実施はしたのでわかんない。スピリットボックスの影響でこうなった説もあるから。まあそうだね、気づけっていう。まあ、意外とやってることはやってるから、そうだね、とりあえず様子見しようか。そうだね、様子見しよう。また何かしら起きる可能性だったり、この部屋だって何か起きるかもしれない。そうだね、モニターの観察に回りましょう。はい。俺こんな場面に出会えると思わなかった。そうだね、こんなにいろんなことが起きるとはね。今ちょっと一回危険かもね。あんまり行かない方が良さそう。ちょっと待機しましょう。はい。ちょっとこのまま1階でいろいろと起きてるようだったら、表面でのものは1回中止しましょう。ね、無理やりちょっとねやっても危ねえ。ここからどんどんなって2時も近づいてくるわけだから、呼び出てくんじゃないの、なんかが。じゃあちょっと一旦モニターを観察しましょうか。はい。よし。触られたっていうのはまだないっしょ。ない。ないよね。でもこれよく気づいたね。たまたま見てたの。ずっと見てて、こうぼーっと見しながら見てたら、なんか動いたなと思って。ガガがってなったので気づいた感じ。いや、もう一緒に見てたの。ちょうどこう、俺もボーって見てたの。今動いてるやつ。1個や2個じゃないね、起きてることが。こんなに起きるんだねってぐらい起きる。5個超えたよ今。片手じゃ収まんなくなってきたもん。やばいよ、この動画。下だな。ものすごい音だね。廊下だな。2発ぐらい叩かれたな。だいぶでかいぞ今。それ衝撃わかる。ここまで振動きたよね。書いとかないと。洗面所説ある。洗面所あるね。だいぶでかかったな今。パンパ叩いた音、落ちた音。ン。いや叩いたんじゃない、落ちた感じじゃなかったと思う。落ちたとしたら2個なる、1回じゃね普通。ダンダダンとなるわけよ。パンパン感覚上げてたからすげえ衝撃だな。でもやなりじゃないね、このでかさは。いや、何じゃないね。異常にでかいもん。意志を持ってこっちに何か訴えかけてるよね。1階に近寄らせないようにするぐらいでかい音だったな。降りてくんなよみたいな。邪魔すんなお前らみたいな。階段下じゃないですか。そうだな、階段下に物置のスペースあったんだよね。一応地図見たらそこかな。カメラ異常ねえな。何がです。動かないね。もうそろ3時。そうだね。来た。動いたね。そこじゃん。すぐそこの廊下だね。いきなりです。でも音がありませんね。クーって。カメラが動く音が。来ましたね。急に ?3 時過ぎ。3時過ぎで来た。ついに2階。上が来たか。しかも、戻らないね。戻った。逆向いた。
左だね。左そう。こっち向いてる。まさかの廊下のカメラ。和室とか寝室だと思う。戻る。微妙に戻る。微妙に。ほんとそこだね。マジ。微妙な角度に戻ってボケてね。ボケた。こっちの部屋。この部屋だね。カメラって落ちた。止まったんだけど。急に止まったぞ。この部屋を映したまんまカメラが止まった。ここのカメラも一回ボケたよね。ボケだね。ピンボケみたいなして。微妙にボケてたね。戻らねえ。固まってる。一応自由記述欄にここに書いて戻った。いや、戻ったね。元通りになった。何だったんだ。この部屋がちょっとピンボケしたのと、その前に2階廊下のカメラが傾いたよね、急に。多分右向いたのかな。右向いてウェーンってこっち向いて、こっちの部屋をずっと監視するように見始めて、ピンボケがこの部屋のカメラがピンボケして戻ったみたいな感じだよね。また様子見るか。3時半っすね、時刻は。3時半に2階廊下のカメラがおかしくなった。音で気がついたの？音で気がつきました。って見たらやっぱ動いてましたね。外の玄関先のカメラはやっぱずっと多分雨だよね。雨を感知してんだろうな。ピカピカってちょっとライト光るけど、鏡面は一旦ストップしていいね。ここまであると。何もなかったらやるべきだけど、こんなに来てるから緩急すげえな。パタリと止まって急に来るな。一番意識でなんかふっと肩の力を抜いた時に来る。あと30分で7時です。早いね。もうそこまで来たね。もういくつかね、白黒が溶けてカラーになってるカメラが、あれからでも大きなないですね。ないよね。やりますよ。いいですか。7時にクリア。そうだね。って感じだね。滞在成功のその時間です。前回よりさ、いろいろ起きたからすごい早く感じるね。なんかマジでやばいね。なんかいろんなことが起きたから、いつの間にか12時になっていつの間にか朝になったおはようございます。おはようございますということで今6時40分です。はい。で、今回はね、もともと全部のね、この言ったら調査をするつもりはなかったので、やれる範囲のことをねやりました。全部はやらないけど、多めにできたらいいなってふんわり考えてたんで、でもできたかな。3、4個やったのかな。
多めにできたと思います。で、ちょっと多めにやったタイミングでいろいろと起きちゃったもんだから、そうね。まあ一旦ここまでということでですね、まああんまりにもね、いろいろと起きてる時に調査に行こうってなっちゃうと、それはそれでね、なんか危ないっていうのもあるし、全部やるみたいなやつは正直いずれのダーマ君会のために、あいついけっかなこれ。でもあいつでも結構怖いんじゃないこれ。いやーでもはっきり出たもんだってね。まあそうだね。だから逆に言えばあいつはやるんじゃない？知りたいから。まあ、今回ね、一応やった範囲で言うと、監視モニターによる異常観測ってやつ。これはもう常にね、スタッフの手も借りながらやってましたね。はい。で、高周波スイープ、スピリットボックスを使った、調査。これもやりました。はい。で、トリフィールドメーターはやんなかったんだけどやんなかっ、あと浴室無透過。これもやんなかったですね。はい。で、鏡面投影事象。これもやんなかったと。はい。自己識別名、故障反応観測。これもやりましたね。はい。一番最初にやったやつかな。で、境界領域における空間差分観測。こちらもやりました。はい。空間多点同時定点観測。空間多点はなんか、全員で知って、全員で別の場所にいて、その何かがここに動いたとかを観測するやつ。ああ、そういうやつもあるのね。4つぐらいはできた。そんぐらいやったね。意外と。1、2、3、4つできたね。その4つの観測方法を、試してる中で、結構いろんなことが、起きたので、みんなにも見てもらえたからね、何が起きたかっていうのは分かったと思うんだけど、十分撮れたでしょ。いやー、撮れたよ。こんな撮れることなんてないでしょ。なんなら。一応報告としてね、書いた内容とかもざっと洗ってみてみますか。まず、2階の和室ですね。ここ今2階の待機部屋なんだけど、和室の壁を叩くようなドンって音が聞こえたと。はい。これから始まりましたね。そこから、PM ですね。10時50分かな。バンという音がして。一発ね。一発でかい音ね。ここにいて、待機部屋にいて、そこの2階の廊下からバンでかい音が鳴ってる。で、これは全員確認したと。で、私たちも全員確認したのが、JSP の4のカメラ、リビングのカメラですかね。1階リビング。動きがあったと。はい。カメラがぐるぐる回りました。ぐーって壁映したりとか。ここで初めてこうモニターに出た。そう。もうこの JSP を、代表するというか、JSP といえばこれっていうのは、この多分モニターのこの監視の異常っていうのは、俺も見たかったものだったんで、これを体験できたのが12時50分あたりですね。この見てたカメラがいきなり変化した。JSP3 のカメラ。これがですね、先ほど言ったリビングの横の物置部屋ですね。ここが、AM1 時ですね。このカメラが何者かを追うように動き出しました。急にボケ始めて、で治ったくらいな時に何者かを追うという。そうだね。ピンボケが起きた。あれなんかずっとボケてんなと思ったら、何者かを追ってしっかりと動体検知の人型のマークが出たんですよ。だから何者かを追ってますよっていう、動きを追ってますよっていう印が出ました。それがね、AM の1時頃でしたね。リビング横の物置部屋で起きたと。で、1時50分に1階階段付近から2階ドンドンっていう叩く音。一番でかかったよ。一番大きい音でしたね。あれが聞こえました。一番でかかったね。建物が揺れるぐらい。俺ら横たわってたんだけど、もう床がちゃんと振動してたもんね。ドンドンってぐらいの音がまず起きましたと。そして、こちらが最後だったんじゃないかな。AM3 時26分。カメラが急に傾いて回り出す。これね、2階の廊下のカメラです。そこですもん。そこの壁についてるカメラが急にギギって言って右に1回向いて奥の和室を映し出したんです。と思ったら急にグーって動いてこの部屋を映したんだよ。壁を撮ってたんだけど、その壁の向こうに俺らがいるんだけどね。をこう眺めるかのように見下ろすかのようにカメラがこっち向いてきて、ずーっとそのままフリーズし始めて。でちょっと頃合いになったらまた戻った。でその時に同時刻ぐらいに僕らのこの部屋、待機部屋のカメラがそこにあるんですけど、
そのカメラもピンボケしましたね、そっから俺らここで横たわって、まあ普通に寝たりとかしたんだけど、スタッフ曰くちょっと JSPG、 要は玄関外の景色がちょっと変わったみたいな。どういう感じで変わったとかって分かりました？なんか白い、うん。なんて言うんでしょうね、ああいうマントじゃないですけどヒラヒラしたようなものが、ずーっとこう画面を覆うように。ちょっと妖怪で言うと一旦もめみたいな感じって言ってたんだけど、何者かが要はこのカメラの前をヒラヒラしてるっていうのを確認したと。まあそれがあれだよね、一番最後だよね、多分ね。4時ですね。4時に見た異常。JSP1 のカメラに謎の光がゆらゆらしていたと。そんなもんじゃ、あ、玄関付近のライト。そうだ、光だね。スピリットボックスやって、あれこれで合ってたんだっけ、もう一回やってみようかって言った時に、スタッフが気づいたんだけど、急にね、玄関の光がパッてつき始めて、で、いきなりパッて消えるっていう異常はありましたね。相当起きてるね、だから。だってかき漏れするくらい起きたってことだよ。だかっていうことが起きました。めっ多すぎ。ちゃ起きてる。多すぎる。よほどの数起きてる。じゃあほぼ映ってるし、多分。そうだね。しっかりと全部捉えられたと思います。あのドーンの音は多分入ってるから、確実に入ってるでしょ。カメラに入ってるんで。異常の個数で言ったら過去最多なんじゃないですか。多分。差分の調査、右と左でその部屋を分けて、左が廊下、右が、リビングにいて、こうちょっとその差を調べるみたいなやつを調査した結果、そこでも異常が起きたんだもんね。まあ該当するものはそうだよね。起きたよ。キッチンでなんかこうガタガタだったりとか、あと温度が変わったりとかっていうのは感じたっていうから、それで言うと相当な数ありましたね。マジで悔しいのは、俺和室で一番最初にやった調査、ほんとなんもなかったからね。むしろでもあれから始まったかもしんないから。わかんない。あれからね。呼んで、可能性はね。あるね。でも一応、光はあったんだけど、物が落っこちるとか、そういうポルターガイストはなかったっすね。カメラに映るものの間、どんどん何だったんだろうね、マジで。そうだね。まあもう、個人的見解ではあるけど、あれは物が落ちた音じゃないと。叩いたよね。叩いた感じだと思う。なんだかんだそう言ってたら、まあ今12分喋ったってことだから、多分今52、3分 ?53 分ですね。5分ちょっとね、クリアになるね。はい。滞在成功になります。でも朝になって思うけど、本当にこの家青いね。めっちゃこんな青なんだね。ね、こんな青なんだね。夜見ると、そんな感じなかったんだけど。外出たらもう、真っ青だろ。確かにこれはもう青い家だな。で一応ね、この管理物件、まあこの埼玉県内所在の青い家、やっぱ全部が分かりきってないから、変な不気味さありますよね。1階に落ちてる、だったりとか、痕跡、2階の廊下には多分血液っていうか血痕があって、まあそれが何なのかっていう、まあね、一人の男性がここで亡くなったとは言っていたけど、見る感じは女の子がいるっぽいし、で絵見たらね、子供の絵が貼ってあって、謎の人先生みたいな人もいないじゃん。7時になりました。お、ちょうどこれでね、朝7時までいるという、ミッションは成功ということで滞在成功でございます。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。まあ、一般の方だと途中で棄権する方とかも結構いるとおっしゃってましたので、気持ちはわかる。まあね、ものすごい落としてたから、こんだけ起きりゃ多分精神的に参っちゃって出てくる人とかもいる。まあでも1階でこんな現象起きたら外出れねえと思うけどな。下に降りたくないもんね。降りたくない、降りたくない。これトリーフィールドメーターがないと、ようやく名前を覚えたのに使わなかった。最後使って戻る。最後に音が鳴ったのって2階の廊下じゃん。だからこれ最後2階の廊下でこれだけ試してくれとか。ありだね。やっていくか。こちらがトリフィールドメーターというやつです。これ何を見るかってことなんだけど、まあ、磁場を調査するものですね。で、ちょっとこうやって見てたら、急に磁場がボッと跳ね上がる可能性があるとかね。まあ少しそれをやってみようか。じゃあトリフィールドメーターやって戻りましょう。これも複数人でのね、計測は OK らしいんで、多分。ではちょっとトリフィールドメーターこちらを使いましょう。 0.2 とかが
0.1 とか 0.2 が何も起きてない状態で、見た感じここに電子機器はその防犯カメラぐらいかな、他はないんで、多分あんまりでかい数字は出ないと思います。まあこんなもんらしいです。何にもないとき。0.1 です、基本的に。0.1 は2ですね。非常に磁場としては安定してるってことですね、多分。何もないと思います。これでピーンと上がった場合は、そこに何かがいるっていうことになるね。起きてないと思いますね。モニターもなかったわ、特に。はい、トリフィールドメーター。ちょっと使ってみたんですけど、気になったので、使ってみたけど、磁場はここら辺は安定してましたね。ただ、一番最後に何かが起きたところはここですからね。で、ね、この床にも、見づらいと思いますけど、血痕が残ったりとか、最後ね、ここの防犯カメラがベーって壁を映して動いたりとか、ドーンってなったらもうこの辺ですからね。戻りましょうか。一応トリフィールドメーターでの観測も終了と。よし、戻りましょう。チェックリストね、つけて帰ります。非論理的な磁場の上昇はなかった。で、極端なこともなかったですね。突発的な地震もない。移動する時の反応も全然大丈夫と。これも警告もなかったと。突起すべき異常がありますか？これもなしです。なので、とりあえずこんなもんですかね。一応ね、もう局所的に、ここが怖いなーっていうところはやったって感じなんで、全部屋ね、トリフィールドメーターで測ったわけではないんですけど、まあこんなもんかなと思います。トリフィールドメーターは、とりあえずお試しで使ってみたっていう感じかな。廊下だけやったんで。なんか3部屋以上をやるっていうのが、もうここの一応規定というか、これやってねみたいなのがあるんだけど、一応その使い方と使ったことがなかったから、一旦やってみようで、2回廊下だけやりました。よし。じゃあ、やれることはやりましたね。じゃあ、出ますか。はい。またそことなんか行きましょう。匂いがやだる。ここの景色はね、ずっと気持ちよくないのよ。昨日の音どこからだったんだろう。あんなさ、落ちてたっけ？いや、ここ俺全然見てなかったな。それでは、青い家、無事滞在成功したので、出ようと思います。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。青担当としてよく頑張りました。次は黄色の家とかにしてください。お疲れ様です。滞在成功しました。よし。こんな感じだったんだ、周り手が。怖いんだよ、この恐ろしい鈴。うわ、青いなぁ。めちゃめちゃ青いな。ここ。ありがとうございました。青い家。JSP の、青い家、滞在成功ということでですね、皆さん、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。お願いします。頑張りました。心霊系とかもね、結構やってますので、ぜひとも、この機に再生リストとかから見てみてください。たくさんあります。はい。それでは、せーの、アデュー。動画見てくれてありがとう。セカンダリゲームチャンネル X インスタグラムもやってるぜ。グッドマークから見てってね。チャンネル登録よろしく。